それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜の自入りシリーズ、あの人の願い、今思っていることについて見ていきます。よろしくお願いします。では早速あの人の今の願い見ていきます。オラクルからもらっていきます。今回は、好きな方の今の願い、そうですね、妄想、夜のちぎりに対してどんなことを願っているのか、そしてあなたに対してどんな思いを抱いているのか、妄想を見ていった後に最後にあの人からのメッセージをお伝えしていきます。はい、ではまず1枚もらっていきましょう。わ、すごくね優しいカード、柔らかいですね。優しさというね願いですね。優しくしたい、優しくしてほしいとか、思いやりたい、思い合いたいですね、思いやりを分け与えたい。そう、自分も思いやりたいし、あなたからも思いやりをもらいたい、思いが通じ合いたいとかね、美しくて柔らかい願いっていうのが入ってきます。清らかな方なんじゃないかなっていうふうに感じます。はい、そしてこちらのシャドウキャットからも見ていきます。そう、癒しとかね、そういうエネルギーも感じます。あなたから癒しをもらってるんじゃないかなって思うんですよね。今回この方すごく柔らかくて美しい、妄想といいますかね、考えっていうのが、願いですねっていうのが持っていますから、今穏やかな時間をあなたと一緒に過ごしたいとかっていうのがあるんじゃないかなと思います。ではこの2枚でねもらっていきましょう。ジャンピングで出てきていますから、こちらも採用して見ていきましょう。憎めない存在、かわいいですね。かわいいなっていうのと、ついていくっていうカードですね。なんか一緒にいたいとか、あなたを追いかけているよとかね、近くにいるっていうのが入ってきますし、すごく可愛いんだっていうのが入ってきますよね。あなたのその見た目とかね、中身もそうだと思うんですけど、あなたの今の姿っていうのが可愛くて優しくて柔らかくてっていうのが入ってきますね。ついつい一緒にいたくなっちゃうような存在だったり、もうすでにね一緒にいる、デートしてるっていう方もねいると思うんですよね。柔らかいっていうのがすごく入ってきます。甘えたい、甘やかしたいとかね、そうですね。あとそばにいたいっていうのもすごく入ってきますね。今この人の願いとしてはやっぱりこのあたりが強いかなと思います。優しくされたい、優しくしたいし、甘えてきてほしいし、甘えたいしって、こうずっと一緒にくっついていたいんだっていうのが入ってきます。ではタロットカードを使ってこの方が今あなたに対して思っていること、妄想していることっていうのを見ていきます。今回カードを7枚出して見ていきます。はい、ではね今回ねこちらから見ていきます。すごくね素敵なカードがたくさん入っていますね。一緒にいて癒されるっていうのもあるし、やっぱりこう色気というかあなたの魅力っていうのが今ひしひしと伝わってきていますっていうのが、この方の今考えていることを妄想として入ってきていますね。身も心も結ばれたいとか、それは自分の癒し、心が落ち着くとか、あなたと一緒にいる時間がすごく好きっていうのが入ってきますね。2人だけの世界に浸りたいんだって、なんかこう酸いも甘いも共に過ごしたいっていうのがね入ってきます。だいぶこう一緒にいたいっていうのがね入ってきますね。ついていくっていうカードなんだけど、でも一緒にいたいっていうのがね強く入ってきます。あなたについていきますよではなくて、主導権を握ってほしいとかじゃなくて、離れたくないっていうのが入ってきます。なぜかと言ったら癒されるからだっていうのがね入ってくるんですよね。二人だけになりたい、二人きりになりたいっていうのが今すごく強く考えていることなんですね。
でもそれは自分の妄想であって実現化できていないっていうのがね入ってきています。どうでしょう、最近会えていないとか、みんなでは会ってるんだけど二人きりになかなかなれないとか、プライベートの時間過ごせていないっていう方もねいるかもしれません。でもあなただけなんだっていうのがここで入ってきています。お互い思いやってるっていうのが出てきてるので、あなたのお気持ちっていうのもお相手は伝わっているし、お相手からなんとなく好意を感じるとか視線を感じるっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。僕たち私たちってつながってるよね、通じ合ってるよねって心のつながりを表すカップの2番が入ってきています。お互い思い合ってるよって、なおかつここにワールドのカードも入ってるから一つになっていきたいって愛情と一緒に、体の関係もつながっていたいんだよねっていうのが入ってきますね。ずっと長く一緒にいたいっていうのがあるから、二人きりになれたらもうひたすら目いっぱいね甘えたいし甘やかしたいしってもうベタベタしたいっていうのが入ってきます。はい、そしてこちらですね、課題と対策でこの方の中で今どんなことを課題として考えているのかなって言ったら、デスのカードが入ってきています。死神のカード、これは、死と再生を表す一つのサイクルを表すカードですね。ここね課題点として入っているので、一つは2人の間柄環境において、そうですね、サイクル一山越えるとか、環境が変わる、環境を変える必要があるっていうのをこの方が感じていて、そこに対して変えていけるだろうかとか、あと2人で過ごしていけるだろうかとか、過ごしたくないんじゃなくてすごく一緒にいたいっていう気持ちが出てきてるんだけど、それに対してね環境が伴ってこないっていうのがあるから、期待しているほど2人っきりになれないとか、デートが延期になっちゃうとか、そうですね、一緒にこれだけ一緒にいたいっていう気持ちがあるのに、それがなかなか実現化しない、なんだろうな、気持ちは通じ合ってるのにその先へ進んでいけないとかね、あなたに魅力的魅惑的でメロメロになっているのに、つながりたいのにうまくいかないっていうのがねこの方の今考えてることなんですね。遠距離だとか、なかなか会えないとか、連絡なかなかね取れなくて延期になっちゃってっていう方もいるだろうし、もうすごく心からあなたを愛しているっていうことと、また同時にね体のつながりっていうのも求めています。それは好きだからとかね、一緒にいたいからっていうのが明確に出てきています。じゃあこの先どうするのかっていう風に見ていくと、なんとかね厳しいんだけど乗り越えていこう、諦めずに頑張っていこうとかっていう方多いんじゃないかなと思うんです。お相手の方がね、お相手の方から切り抜けていく打開策を見つけるっていうのが出てきています。だから二人きりになろうよって言ってきたり、お誘いがあったりとかっていうことだと思います。でここもう一つはちぎりのことで言えば、二人で乗り越えていけるか、そうですね、新しい世界へ2人で一緒に飛び立っていくことができるのかどうかっていうことがこの人の中で今課題になってるのかもしれない。ペンタクル5番、ちょっと肉体的なこともね表している、肉体的な困難だったり厳しさっていうのも入ってるから、体力的にどうだろうかとか、それは新しい世界に2人で向かっていけるだろうか、ちぎっていけるだろうかっていうことで、この方が今ね課題として考えているかもしれないですね。心のつながりは十分あるんだけど、じゃあいざ肉体関係って言った時にあなたにがっかりされちゃったらどうしようとか、そういうことにならないようにしたいなって思ってるんだけど自信がないっていう方もねいるかもしれない。お相手の方が最終的にワールドだから、その不安は全て吹き飛んでいって、2人で結び合う喜び、これを分かち合ったり、2人で一体化するんですよね。統合のカードなので、身も心も結ばれて幸せっていうのがね最終的に入ってきてるんです。なので今このお相手の考えている不安だったり、環境の問題もあるかもしれない。それらを今はね難しい、厳しいな、勇気が出ないなとかっていうことがお相手考えてるかもしれないけど、そこからやっぱりこの気持ちとかね、つながりっていうところを求めて動いていくんじゃないかなっていうふうに出ています。
では最後にお相手からのメッセージをお伝えしていきましょう。こちらからそうですね、2枚と、そしてまた別のオラクルカードからも1枚もらっていきます。でもね、そのどんな困難があっても、ここやっぱりワールドやカップの2番が出てるから、いやここはね結果的に素晴らしいものに近未来になっていくんじゃないかなって思っています。はい、こちらからも1枚お相手からのメッセージとしてもらっていきましょう。はい、お太陽。はい、これねいいですね。成功とか輝かしいとかね、明るい未来っていうのを表しているので、これ今お相手があなたに伝えたいよっていうことを、そして温かい日だまりとか自分を照らしてくれる存在としてやっぱりあなたっていうのがいるんだと思います。お相手を照らしてくれる存在ですね。ここね、だからついていきたい、あなたに惹かれているって、魅力的だって感じてるっていうのが伝わってきます。こちらね、許しのカードと抱きしめるっていうカードが入っています。そう、許しっていうのがあるから、じゃあ喧嘩したのかって言ったらそうではないと思うんですね。お互いの愛を受け入れ合いたいっていうのがメッセージかなと思っています。抱きしめたい、痛みを分かち合って癒したい、癒されたいっていうのがね入ってきます。温かさや優しさがあなたからにじみ出ていて、あなたの笑顔に救われたとか、明るい姿勢に心惹かれているっていうのが入ってきていますし、ここね可愛らしいっていうのも入っていますから、所作の一つ一つがとかね、声がとか話し方がとか、この方にとって癒しになってるんだと思います。そしてあなたがみんなをね救っているんだっていうのがお相手からのメッセージ。そしてその中にこのお相手自身も含まれていて、自分はあなたに癒しをもらっている、元気もらってるんだ、あなたはとても輝いていて、みんなにその輝きを今分けているような状態だから、華やかで目立つし、そして私たちに明るい未来が訪れることを願ってるんだっていうのをすごく伝えたいっていうのが入ってますね。抱きしめたいっていうのがすごく入ってくるかな。くっついていたいっていうことです。そのベタベタするとかイチャイチャするっていうことなんですけどね、要はね。でもその中に自分の中の癒しとか苦しさから解放されるとか、お互いがそうでありたいっていうのがお相手からのメッセージです。だからこうやってそばにいることを許してほしいなとか、お互い一緒に歩み続けていくことを諦めないで続けてほしいなとか、そういうことがお相手からのメッセージで入ってきています。いずれね切り替わっていって、関係性が前進するといいますか、もうすでにねお互いの気持ちが通じ合ってると思うんですよね。あとはその困難を乗り越えていけばとか、課題点はクリアしていくので、明るい未来っていうのを2人で噛みしめ合いたいっていうのがお相手からのメッセージです。では最後にお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらは作り出すというメッセージ、それは抜け出すというメッセージも入っています。苦しみや痛み、もしくはねそのお相手の抱えていることやあなたの抱えていることから今抜け出していく時です。そして新しい関係や環境を生み出していくんですよっていうのがメッセージなんですね。そして自分の内なる声に耳を傾けて、そうするとおのずとこの先どうなっていくのかっていうのがより明確にクリアになっていくでしょう。ぜひねお相手のこの今あなたに感じているお気持ちや願いっていうのがあなたに届きますようにっていうふうにお相手の方から感じますので、それを受け取ってください。はい、ということでこちらの、オラクルカードのメッセージもお伝えしていきました。未来は明るい未来が待ってるからねっていうことがねすごく強く入っています。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あの人の願い、あの人が今あなたに対して思っていることを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではこちら2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あの人の願い、あの人が今あなたに対して思っていることについて見ていきます。よろしくお願いします。まずはオラクルカードを使って今あの人の願い見ていきましょう。ちぎりについて今どんなことを願っているのかっていうことですね。オラクルカードを3枚出していきます。はい、まずはこちら洗練、すごくね美しくて清らか、そして研ぎ澄まされているとかクリアっていうのが入ってきます。すがすがしさとかね、そういうことでしょうか。あとはこちらのシャドウキャットのカードからももらっていきましょう。あの人の願いですね。この洗練というカードは高嶺の花とか品があるっていう意味もあるんです。あの人から見たらあなたは上品なことはもちろんそうなんですけど、たくさんの異性にモテているっていう風に見えているかもしれない。その中で自分があなたと結ばれたいとか、自分が選ばれてほしいとかっていうこともね感じているかもしれません。もう少し願いを見ていきます。2枚ねもらっていきましょう。今度はすごく賑やかなカードですね。おめでとうのカード、そしてもう一ついらぬ妄想、極端のカードがね出てきています。おめでとうってお祝いしたい気持ち、願いですね。寄り添っている。でもねここも見てください。この猫2匹のくっついている寄り添っているカップルの猫がここにもいるんですよね。だけどこちらのカードはここにね1人いて、いらぬ妄想、何かこうむくむくと妄想していて、それは自分がねハッピーな関係性にあなたとなりたいって思ってるんだけど、実はあなたには他に好きな人がいるんじゃないかとか、パートナーがいるんじゃないか、自分は一緒になりたいって思ってるんだけどなれないんじゃないかとかね、何かいらない妄想ですね。余計な妄想をいろいろと考えてしまっていてっていうのが出てきてる。ちょっと極端だから、妄想の世界では自分があなたと一緒になりたいっていうのが強く出てるんだけど、その一方でね何か嫉妬しているとか、周りのことを考えているとか、他にもねライバルがいるんじゃないかとか、自分では叶わないんじゃないかっていう風にどっちも気持ちを今持っているような状態なのかな。願いとして出しているので、願いで言えばねこのようにねお祝いされたい、祝福されたい、あなたと一緒になることで自分の気持ちを盛り上がっていきたいっていうのが入ってるんだけど、ここねやっぱりちょっと不安なところも入ってるのかな。独り占めしたいとか、みんなに優しいからあなたが自分だけにその優しさを向けてほしいなとか、少し寂しいなっていう気持ちも入っていますね。それではタロットカードからあの人の今のあなたに対する思い、妄想を見ていきましょう。やっぱりカップルになりたいんですよ。おめでとうのカードはカップルを表すので、あなたと恋人になりたいとか、パートナーになりたいとかっていうね気持ちがある。一緒になりたい、結びついていたいっていう気持ちがあるんだけれども、逆にこのいらぬ妄想で嫉妬とかライバルだったりとか、自分じゃダメなのかなっていうところが入ってるんですよね。もう少しねこの方の思い見ていきましょう。はい、ではこちらのタロットカードを7枚で見ていきますね。女帝のカードが入っていますからね。愛と豊かさを表すカード、あなたが女神、この方にとってやっぱり好きな人、本命だっていう風に思ってると思います。今ね十分にこの方からの愛をあなたが受け取っている、感じてるっていう方もねいると思うんですね。ここ2枚出てきていて、やっぱり憧れだって、もともと関係性があったかもしれない。
高嶺の花ですよね。周りから慕われていて、遠くからあなたを見ていて、お近づきになっていって、今はこう目いっぱいね愛情を表現している。だんだんこう距離を縮めていって、自分の感情っていうのをあなたに届けようっていうのが、今このお相手の、妄想ではあるんですけど、あなたに対する思いとして距離がだんだん近づいていって、こうますますあなたのことをもっと知りたいと思うようになったとか、近づいたからこそ触れたいとかね、もう自分の妄想だけでは収まらないので、もう何かこう触れたいとか、そういうことが入ってくるかな。次の展開を望んでいる、愛しているっていうところが入ってきています。ですが、じゃあ、この後どうなっていくのかなって、この人の、課題点だったりとかどうなるのかっていうところを見ていくと、その変化に自分が対応していけるかどうかっていうところで悩んでいるとか、決めきれないっていうのがあるかなと思うんですね。自分自身の中で近づきたい、触れたいって思ってるから、じゃあ触れたらいいじゃんって、簡単なことだよっていうふうに思ってる自分と、いやいやそういうことをするのはまだちょっと勇気が出ないっていうね、両方の自分がいて、どんな風にアタックしていったらいいんだろうっていうのをちょっと考える時間が今できているかなと思います。で、今回ちぎり妄想で見ているので、あなたと肌を重ねていくんだったらどのようにお誘いしたらいいんだろうとか、どうアプローチしたらいいんだろうって、これがもし交際している方だったらね、割とスムーズに流れていくんだけど、片思いとかの状況だったらまだお互いこう交際っていうところになっていないから、いやどうやったらねあなたに触れることができるんだろう、触れてもいいんだろうかとか、その交際ってところになってないのにいきなりこうボディタッチしてもいいんだろうかとかね、軽い気持ちでハグしていいんだろうかとか、そしたら下心あるって思われちゃうのかなとかね、そういうことを考えてらっしゃるっていうねところがあるかなと思います。なんかこう触れたところで、近づいていったところでとか、お誘いしたところであなたに嫌よって言われたら、かなりこうショックだなっていうところが入ってるんですね。まず勇気が出ない、お誘いする勇気も出ないし、ちょっぴり優柔不断っていうところで、どうかな、この人がねこの思う通りにお誘いしていけば、あなたも多分好きな方だからね嬉しいなっていうところがあると思うんですけど、まだこう確実なものがない、自分の中でね確信が持てないから動けないとか、あれこれ考えちゃって、今まだこの妄想の中で自分で一人でねこういろいろ考えて妄想して気持ちが満たされているとか、そういうところはあるかなと思います。そうですね。そしてやっぱりこの周りの方っていうところで、自分があなたにはねふさわしくないって思っていたりとか、他にいるんじゃないかって思っていたりとかするところがあるみたい。いや全然ね該当しません、私フリーだし、このお相手のこと好き好きって言ってますっていう方についてはね、この私は誰にもモテないとかそういうことないですよっていう方はまた違うかもしれないけど、このお相手の中ではねそういうふうに見えてるんだよっていうことなんですよね。こうたくさんこう幻影というかライバルの存在だったりとか、なんかこうやっぱりこういるみたいですね。この方のいらない妄想なんですけど、余計な妄想なんだけど心配性なのかな、他の人も狙ってるんじゃないかとかね。あと浅い関係性だったらまだあなたのことを深く知らないから、もしかしたらこんなにね美しい人だからきっとね恋人がいるんじゃないかとか、そういうところを考えていて、そこから先動けないとか、勇気が出なくて恋人いるんですかっていうふうに確認取れないのかもしれないし、まだここね現実化させていくためには、あなたと体の結びつきっていうところを達成するためには、まだこの準備段階というか、いろいろ考えていて行動に起こせていないっていうのが現状。そう、あなたとしてはこのお相手にリードしてほしいっていう気持ちもあるし、そろそろ決めてほしいなっていうところもあると思うんですよね。関係性が長い方であればそれなりにこうデートも重ねてるし、そろそろかなっていうふうに思ってる方についてはね、このお相手の方でリードしてくれると、エスコートしてくれると私安心なんだけどとかね、そういうふうに思ってる方もいると思う。ただちょっとまだなんか考えてますね、いろいろとね。
最終的に今どうなっていきたいとかどうしたいっていう風にお相手の今この願いとかで見ていくと、自分がやっぱり進んでいきたいっていう思いがあるから、ここから抜け出していくんじゃないかなって。つまりこのいらない妄想ね、ここから抜け出して実際に行動に起こしていく。つまりはお誘いするとか交際の申し込みとか、あとアプローチですよね。デートのお誘いだったり、今の関係性においてね当てはめてください。まだデートしたことないよっていう方だとしたら、ここねやっぱり狙ってるところがあるので、デートのお誘いするためにどうしようかな、どうやって距離近づけようかな、近づいていこうかなっていうふうにお相手は考えているし、もうすでにお互い気持ち通じ合ってるよっていう方だとしたら、もっとさらに奥深い関係になっていくためにってことで、この人が動いていくんだと思います。いろいろ妄想してるなっていうのは感じますね。なのでもしねあなたの方で、いや私ねこのお相手だけなんですよっていう風に言えばね、この人もこの妄想からはって冷めてね動きやすくなると思うし、あなたがちょっと手を添えてあげるとこの方が動きやすくなるのかもしれない。自信がないっていうのが入ってくるから、自信をつけさせてあげるようなサポートを陰ながらするとかっていうのもいいかもしれないですね。じゃあこっちの2枚のカードとオラクルカードもう1枚出して見ていきます。最後にねお相手からのメッセージ、今あなたに伝えたいメッセージとして、まずねここねソウルメイトとロマンスのカードが入ってるから、やっぱりこのお相手にとってあなたって必要な存在で、何かシンパシーを感じるところがあるんじゃないかと思うんです。あとオラクルカードもね1枚ねもらっていきましょう。お相手からのメッセージ、すごくハッピーなねメッセージを伝えてきてくれています。今やっぱりね妄想、悩みとか迷いとかね葛藤っていうところがあるんだけど、絶対そこから抜け出していくからって。でもしあなたにこのパートナーがいるとするんだったら、このパートナーからあなたを奪いたいっていうね気持ちもあるんですよね。ライバルに勝ちたいっていう気持ちもあるから、そこを切り抜けてやっていく、動いていくよっていうところが出てるんですよね。そして伝えたいこととしては、あなたを射止めるよっていうことがズバリ出てきてる。ここ本当にストレートに出てきてるんです。あなたは私のねソウルメイト、魂のつながりの存在である。結ばれるべくして結ばれる存在、相手であるから、だからあなたのハートを射止めるんだっていうストレートな言葉と、あとここですね、愉快って書いてるんですけど、これはつまりは明るい未来のために2人で辛いことがあるかもしれないけど、でもそれでも最終的に2人で笑い合いたい未来を望んでいるんだっていうことを伝えたいっていうふうに言っています。だからそうですね、いろいろ考えることがやっぱり出てくる。決めきれないとかね、あなたから見たらもっとはっきりと愛情表現してくれるといいのになっていうふうに思うところもあるかもしれないんだけど、これからね明るい未来、2人で笑い合えるような未来を作っていくんだっていうところちゃんと出てきているから、あとはこのつながりですね、お互いのご縁とか思い合う気持ちっていうところを感じてほしいっていうのが出てるんです。たとえこの前はね距離が少し遠くてとか、遠くからあなたを見ていたりとかするような関係性だったとしても、距離をだんだんと近づけていくっていうのがお相手の中である。葛藤とかもちろんあるんですよ、悩みとかあって。でもそれでも自分は切り抜けていくんだっていうことをね入ってきていますから、人によってはねやっぱり関係値とか距離感とかを感じてますっていう方もねいると思うし、浅い関係性とかね、でもお相手は近づいていくんだってことを伝えてきてくれています。またそれはね体の触れ合いっていうところも感じている。体が触れ合ったらとか一つになったら、それは魂の統合というか、ソウルメイトとねロマンスが入ってるから射止めたい、つまり体を統合したいというかね、体のつながり重なっていきたいっていう気持ちももちろんねあるし、意志もあるし、その絵に向かって動いていくっていうのがあるので、ここはねドキドキな展開になるんじゃないかなと思っています。そしてお選びいただいたオラクルカード、これ
ウロボロスです。始まりと終わりを象徴しているんですね。これです。つまりは無限を表しています。永遠とはにとか、そうですね、無限だからずっと続くとか、そういうことですね。そしてこの愉快のカードが長い道のりの末にお互い笑い合っていたいよねっていうことを伝えてきてくれてるので、やっぱりこの肌を重ねるまでになのか、2人が結ばれるまでになのか、長い道のりになるだろうっていうことは伝わってくるかなと思います。でもそれを乗り越えて最終的に笑い合いたいんだとか、つながりを感じ合いたいんだっていうことが入ってるから、動くんだったらこの人はね、決めたら一直線に向かってくると思います。わかりやすいかなと思いますね。はい、今回はこの方、好きな方の夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、この人の願い、そしてあなたに対して思っていることについてリーディングしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あの人があなたに対して思っていること、あの人の願いについて見ていきます。よろしくお願いします。早速オラクルカードから今のあの人の願いもらっていきます。あなたに対してどんなことを願っているのか。はい、今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、はい、どんな風にあなたとつながっていきたいと思っているのか見ていきます。はい、まず1枚出していきましょう。支え、温かいね、この光の中ね、あなたの元へ向かっていっているような姿が見えています。あとはシャドウキャットのカードからももらっていきます。お相手にとってあなたの存在が支えになってるんじゃないかなと思います。あなたの頑張っている姿や、普段からね見ているとか聞いているっていうお相手なのかなと思います。関係性がね、あなたとの関係性が割と近いところにいらっしゃるんじゃないかなって、そしてあなたの存在に支えられてますっていうのが入ってきています。自然と近くにいるとか、そうですね、あなたの存在そのものが自分の支えになっているっていうのがある。支えたいというよりは支えられてますよっていう風に入ってくるかなと思います。そしてあとは、シャドウキャットのカードから見ていきましょう。両思いっていうカードと、こちらですね、はみ出し物っていう風に入ってきてます。こちらはね、やっぱりここと一緒で近づいていこうとしているところだから、距離をやっぱり縮めていきたいっていうのがまず一番の願いかなって思うんです。でもう一つこっちがはみ出し物って言って、このグループから抜け出している姿なんですね。これは奥が深いかもしれない。二人っきりになりたい、距離を縮めて二人きりになる時間が欲しいっていうのもあるし、それ以外にもね、この人の願いっていうのが隠れてるんじゃないかなって思います。こう、なんと言いますか、もどかしい気持ちだったりとか、ここ両思いで近づいていきたい、飛び込んでいきたいとか、ここもね似てますよね。近づいていってる、距離が近くなろうとしてるんだけど、何かもどかしい、自分が思っている、願っているんだけど、そこにたどり着いていかないから苛立っていたり不安がっていたりするところもあるかもしれないということで、ちょっとね、この見え隠れする、願い、願望なんですけど、なんかこううまくいかないなっていうふうに思っているところがあるかもしれません。ではあの人があなたのことで今思っていること、妄想していることを見ていきましょう。はい、ではこちらの7枚と先に出てきた1枚、これ後でねもらっていきます。まずこちらの7枚でお相手の今あなたに対して思っていること、妄想していることっていうのを見ていきます。
カード自体はすごく動きのあるカードが多くて、ワンドのナイトだったりチャリオットだったりで、その一方でワールドや助教皇、カップのエースっていうのも出てきているので、全体的におおむねこの方の中で良いイメージっていうのを持っています。やっぱりこの支えだったり両思いっていうところが強く働いてるんじゃないかなって思うんですよね。近づいていきたいっていうのがまず一番前提にあります。だけどまだこの体の関係になっていないんじゃないかなって思うんですね。この方がすごく動いている様子っていうのが見えているんですけど、まだこう実現していないから、やっぱりこのもどかしい気持ちっていうのがここに出てきてるんじゃないかなと思うんですね。自分でアプローチしたんだけどとか、進んでみたんだけど実現なんかこう思った通りの展開にならなかったって。だからこの方から見たら、お誘いしたんだけどあなたからしてみたらね、そうなの、動いてくれてたんだっていう風に思ってるかもしれないし、行き違いですよね。いや、私はこれだけ精一杯動いてみたんですよっていう風なお相手の主張かもしれないしね。あとはタイミングが合わなかったっていうことかな。期待通りにならなかった、動いたんだけど期待通りの結果にならなかったので、ちょっとがっかりしていたり、ちょっと不機嫌というか拗ねちゃってるような感じですね。だったらもういいやって、ちょっとしばらくの間一人でいるわっていうふうに思っているかもしれない。で、本当はこっちですよ。本音っていうのはこの近づきたいとか、もっとねこう寄り添っていたいっていうのがあるんですけど、今の現在ってところを見ると思うようにいってないんだっていうのがね出てきています。じゃあこれから先どうなるのかとか、何が原因なのかっていうと、ここ噛み合わないというか、うまくこうコントロールできなかったんじゃないかなって思うんですよ。お相手が自分の理性と本能のバランスをうまく取れなかったとか、なんかこう暴走しちゃったとかね、空回りしちゃって噛み合わなかったとか、自分なりに動いてみたんだけどうまくこう噛み合わなかったっていうのが原因なのかなと思うんですね。あとは動いたってことは多分出てきてる、動けなかったというよりは動いたんじゃないかなと思うんですけど、あなたにとってはそれがねこううまくキャッチできるようなアプローチ方法ではなかったとか、遠回しすぎたとかね、少し誤解を与えるようなことだったのかもしれない。うまく伝わっていないんじゃないかなと思うんですね。で、この後どうなっていくのかな。なんかこうそうだな、あんまりこの人がの中でね、そこまでねうまくやらなくてもいいんだよっていう感じがしますね。一生懸命動かなきゃとか完璧でいなきゃいけないっていう風にこの人の中で思ってる、なんか強く思いすぎてるのかな、意識しすぎてるのかな。こんな自分じゃなきゃダメなんだとか、見た目とかね中身の問題かもしれないし、アプローチの仕方かもしれないし、なんかこうかっこいい体になってね鍛え上げて、あなたに素敵っていう風に言われるために頑張るんだっていう風に頑張ってるのかもしれないけど、あなたとしてはいやそのままで十分だから早く私のところ来てっていう風に思ってるかもしれないしね。ここがちょっと噛み合っていないのかなとも思うし、あんまりそこまでね完璧じゃなくてもいいんだよっていう風に言ってあげると、少しこの人の中で気持ちが楽になるんじゃないかなとも思うし、でもねこの人は動いてくると思うんですね。ちゃんと自分で動きたいって、自分からお誘いしたいとか、やっぱりこう肌を重ねるんだったらもう自分の方から求めていきたいっていうところがすごく強く出てきているので、それをあなたに受け止めてほしいとか、もう肌を重ねましょうっていうところまで持っていきたいんだっていうところ、あとは行動に起こせるかどうか、実際に肌を重ねるかどうかっていうね、こうリアルで肌を重ねていけるか、妄想だけじゃなくてちゃんとこう触れ合っていけるか、縮まっていけるかどうかっていうところが一番この人が気にしているところで、しかも今まさに狙ってる最中だと思います。近づくタイミングだったりとか、もう絶対近づくんだっていう強い意志は感じるので、あとはねどう動くかとか、そんなに計画性はないかもしれない。こう綿密に計画立てるというよりはもう情熱と勢いで向かっていきたいっていうところがあるから、気持ちがとかテンションが上がっているような状態だと思うんですね、この方が。そこに対してあなたが受け止めきれるのかとかねっていうところもあるかも。実際に肌を重ねた時にものすごい熱量だと思うので、大変かもしれない。
っていうぐらいね熱量があります。ではここね最初に出てきた1枚を見ていきましょう。運命の輪が入ってますね。チャンスがやってくるっていうことです。だからこの人の強い願い通りに溢れるんじゃないかな。願い、希望、妄想っていうのがリアルに現実化していく時が間もなくやってくるんじゃないかっていうぐらい、今この人が強いエネルギーを持って物事を動かそうとしてるんですね。多少なんかふてくされてる感はあるんですけど、それ以外のところはね全て跳ねのけて自分の力で動いていくんだっていうところが出てきてるので、なんか実現化しそう、掴み取っていくみたいな。そしてあなたの方からもOK っていうサイン、何かしらのサインを出してくれるとより動きやすくなるんじゃないかっていうのがあります、この方の中で。ちょっとこちら一回しまいますね。そうこっちへおいでっていう風に、あと気づいてって、私に気づいてっていうのも感じるので、こっちだよとかいつでもいいよとかね、いつならいいよとかっていう風に何かしら小さなサインと、失礼しました、ちょっと勢いよく飛んでったので失礼しました。この飛んでいったカードをもらっていきましょう。画面から外れてしまったんですけど、強く飛んでいったので、そしてあともう1枚ですね。はい、なんか言いたいことたくさんあるんだろうなっていうのがね伝わってきますね。はい、あとこちらのオラクルカードからも1枚、今あの人からのメッセージっていうことでオラクルカードを合計3枚出しています。今あなたにどんなことを伝えたいのかっていうことをもらっていきましょう。はい、信念、強いですね。自分のね感じている通りに動いていく、実行していくよっていうこの強い固く決めた意志っていうのは変わらないよっていうことは伝えてきてくれてますね。そこまで完璧なことをお互い求め合わなくてもいいんじゃないかっていうこともお相手のメッセージとして伝わってくるし、絶対この自分は進んでいく、突き進んでいくんだってことは曲げないよってことが言われてます。ここもねすごく勢いのあるカードなので、この方のね勢い、行動力とか考え方、あともうこうと決めたらこうとしか動けない、動きませんっていうところがね変わらずずっと出てきていますね。あとはここちょっと複雑なんですけど、この変化ってことをどちらも言っていて、流れは変わっていくし、タイミングだったりね、時の変化、時間の流れ、経過っていうものはどうしても逆らえないんだけれども、でもその中でねこの変化っていうのを受け止めて、柔らかく受け止めて、自分たちがその中でできること、育んでいけること、その時できることをやっていきたい、感じ合っていきたいんだっていうことがお相手からのメッセージなんですね。時には変えられない変化、抗えないものっていうのもあるだろう。だけどその中でもね2人の固く結びついていける絆とかつながりっていうのを大切にしたいんだ。だからどうか泣かないでほしい。そして2人の絆っていうところ、あと思い合ってる気持ちとかね、見えないところなんだけど、それを何とかして見えるような形にしてあなたに届けたいっていうところは伝えたいんだって。今はまだ見えない形になっていないから不安になるかもしれない、自分も不安だと思っている、行き違いがあったかもしれない、避けられようのない変化っていうところがねあったかもしれない。でそれでその時にねうまく対応できなかった自分もいる、あなたを支えてあげられなかった自分もいる。これからは自分の気持ちまたもう一度ね盛り返して進んでいきたい、これからの明るい未来に期待している気持ちがある。だから告白とか思いを伝えたいだったり、肌を重ねることによって自分の気持ち、そこで体現するよ、表現するよっていうのが出てるんですね。肌を重ねた時に、つながった時にやっと自分の気持ちが通じたんだってことをあなたに分かってもらえるんじゃないかっていうお相手からのメッセージです。こう変化っていうカードが出てるので、2人の関係性が変わるような出来事や環境の変化っていうのがあったかもしれないですね。
こうやって近づいていきたい気持ち、願いがあるのにうまくいかないから、なんか自分だけのけ者にされてるような、変化っていうところから、運命からね見捨てられたような、そんな気持ちにもなってるよっていうところでも、それでも自分は諦めずに、もう一度ね明るい未来へ向かってこの気持ち変えずに進んでいきたいっていうことがお相手からのメッセージで入ってきています。ではお選びいただいたカードからアドバイスもらっていきましょう。こちらは癒しのカードですね。まずあなたのことかもしれないし、お相手もでもかなりの情熱を持ってらっしゃるので、お互いにおいて言えるのかもしれない。今静かに自分自身と向き合いましょう。自分を守ること、自分たちを守ること、それはね信念、思い、考えとか気持ちかもしれないですよね。環境から身を守るとか、気持ちを静かに落ち着かせて、そして決して諦めないでくださいっていうメッセージなんですね。その明るい未来を描いていくために、今静かに自分自身と向き合う時間を作りましょうというメッセージでした。はい、今回はお相手の願い、夜のちぎり、夜の妄想シリーズであなたに対する思いを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あの人の願い、思っていることについて見ていきました。はい、そして今回はこちらシャドウキャットタロット、こちらからプチ3択占いをいただいていこうと思います。今のあなたに必要なメッセージ、今回はお相手のお気持ちとか、お相手目線での願いだったりとかっていうところを見ていったので、じゃあ今私に必要なことって何かなってアドバイスも出させていただいたんですけど、今私が一番意識できること、お相手に何かできることあるかなって、お相手に向けて行動を起こせることあるかなっていうことで3枚カード出していきます。お好きなもの1枚お選びください。はい、こちら3枚出しました。左、真ん中、右でお好きなものをお選びください。はい、選択肢と関係なく好きなものパッとお選びください。では見ていきましょう。今回は右側を最初に見ていきます。右をお選びいただいた方です。はい、私と遊んでっていうねカードが出てきています。はい、あなたはお相手に構ってほしい、遊びたいと思ってるかもしれない、連絡取りたいとかね、いいですよ、誘ってください、お相手に遊びましょうとか、今のその関係性にもよると思うんですよね。気軽にデートに誘えるよっていうぐらい仲いい方もいるし、あと浅い関係性とかなかなかすぐに会えないって方もいるかもしれない。その方々は今自分ができる範囲のことでお誘いしてみてっていうことです。団体で遊ぼう、集まろうっていうことかもしれないし、連絡入れてみるとかね、いつもだったら勇気が出なくてメール、LINE 送れないっていう方も今勇気を出して気軽にポンと遊んでっていう感じのね一言送ってみてもいいかもしれませんね。では次、真ん中をお選びいただいた方、今お相手に何をしたらいいのか見ていきましょう。孤独な努力とあります。自分磨きかなと入っています。すごく鮮やかですよね、カードの色合いが。だからあなた自身が鮮やかに自分で自分のことを色づけるかのようなことを今したらいいのかな。で、努力もあるし孤独もあるんですよ。孤独っていうのは決してマイナスに捉えないでください。なぜだったらここすごく明るい色合いをしてるから。一人で努力を積み重ねていけることイコール自分磨きかなと思ったんです。おしゃれすることだったり、新しいお洋服とかね、新調するとか、サロンに行くとか、あと自分磨きだから何でもいいと思うんですよ。今あなたの中でこれやってみようとか、努力することですよね。勉強するとか体を鍛えるとかでもいいので、一人の時間に今できることをやるっていうのが今いいのかなと思います。お相手に対して何すればいいのかなって言ったら、
お相手に振り向いてもらえるようなとか、気がついてもらえるように自分磨きをするとかってね、自分をより色鮮やかな自分になるように努めるっていうことが今いいのかなと思います。では次、左をお選びいただいた方ですね、見ていきましょう。お相手に対して無力感ってあります。なんかね、喧嘩しているような猫の絵が見えますね。そこを見ているちっちゃなね、黒猫もいます。今そのお相手がバタバタしているかもしれない。これがあなたに見えたんですよね。で、あなた以外の周りがバタバタしているお相手の周りだったり、あなたの少し離れた周りかもしれない。自分のことじゃないんだけど、周りで言い争いとかごたつきが起きている。それに対して自分は何もしてあげられないっていう風に感じている。またはお相手が今大変な時期にいるんだけど、自分は離れていて手助けしてあげることができないとかね、勇気が出なくて話しかけることができないっていう風に感じている方もいるかもしれない。なんか落ち着かないなっていうのを感じますね。この小さな猫がそうしているように、本当にあなたの周り、もしくはお相手の周りで争いとか喧嘩とかね、バタバタしてるようなことがもしあれば、やっぱり少し今は静かに見守るとか、離れたところから落ち着くまで様子を見るっていうことが今あなたがお相手にできることとして入っています。どうでしょう。お相手の状況をもう一度チェックするとか、あとね、お相手じゃなくて自分の身近なところかもしれないですよね。なのでね、今このバタバタが落ち着くまでは、今ちょっと静観しとくというか、離れたところで落ち着かせる、自分自身もね、心を落ち着かせることが必要なのかもしれません。こちらもね、ぜひね、メッセージをお受け取りください。では、ね、いつもご好評いただいて行っております夜のちぎり、夜の妄想編ですが、また次回もお楽しみいただけたらなと思います。シリーズ化していますので、気になる方はぜひ再生リストからチェックしてみてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。